ではよろしくお願いします。で、私はなんでこちらに来たのかともずっと疑問で思ってますけどね。で、なんかすごい難しい話を今日聞いていただきましてね、先生のね、アンドロイドの話とかね、また科学者なんですけど、えらい哲学、人生論とかね、アイデンティティとかね、なんか私は科学者っていうのはただ科学だけやってると思ったらね、これ勘違いで、それ聞いてびっくりしまったんだけど、ほとんど理解できなかったんです。で、難しいんですよ。これがずっと聞いて理解していた皆様のことを考えると怖くてたまらんです。だからなんか間違ったなと思いますね。私がバカ間違ったなと。で、とにかくこちらのこの方々が私のところに来て長い時間かけてすごい丁寧にこの活動どうなっているのかとかいろいろ説明していただいて、でだから基本的に何を目指しているのかというね、いろんなことをやっても何か目指してまっしぐらに行くんですから、人間っていうのはね。これは何かというとやっぱり人間の本性って何なのかというね、そういうところは探し求めているんだと、あらゆる方面でそう言われたら私は本性を破ってやりますと本性を破るということでほんの少々喋ったらいかがでしょうかと。なんか壊し屋みたいんですね。皆さん方一生懸命本性を探っていろんなことをなさっている時、私はこれ破っちゃいましょうというテーマで話しちゃうとね、で最近私は科学部はやっぱりもうゼロじゃなくてマイナスですよ。知らない、もうこんな形ですからね。だいたい自己紹介見らないでしょ。私が便利です見たら何者かすぐ分かるんですね。犯罪でも起こせませんが、起こしたら意味がないんだからね逃げるとこないんです。いつだって20時間こんな姿でいるんだからね。そういうことで一応仏教のことしか知らないんですね。ですからこの最近知ったのは、この人間の体というのは60兆ぐらいの細胞でできているんだと。これで毛の先からねつま先まで全部細胞でしょ。細胞以外っていうものは何もないんですね。お医者さん時々そきたりをしますけども、私にもハルニアという脱腸がありましてね、なんかナイロンのねネットをそけてありますけどね、これは細胞じゃないんですけどね。この60兆の細胞の中でリーダーってどんな細胞ですかね。どんな細胞が一番偉いんですかね。ただ一個一個見るとただの細胞でしょうね。そこで細胞が60兆みんな見てみれば同じこっちゃでね、遺伝子は結構似ていますけど、遺伝子は同じに遺伝子やったってもろくな仕事をしていないんです細胞は。例えば大事だと思ってる心臓細胞ありますね。あれがただ縮むだけ、カチッと縮むだけですね。染まらない仕事やと思いますよ。ずっとそればっかしやってるんだからね。縮んで、それからちょっと休んでまた縮んで、また休んでまた縮んで、
だから半分仕事して半分休んでいるんだから結構死ぬまで動くんですね。でまあこれで良かったか悪かったか僕は分かりませんだけど、お釈迦様はね、この体っていうのはただ縮むと伸びるだけやと。伸び縮み以外何でもないんだと。これでもう細胞のボスがいないでしょ。時々この医学の世界でなんか脳にはかなり重点を置いておりますけど、脳細胞の中でボスは誰ですかね。それでも脳の中でも細胞1個の1個ぐらい取っちゃったってもどうったことないんで、1個2個じゃないんでしょう。もう年取ると死ぬはもう、体の細胞より勢いで死んじゃいますよ。だからいてもなくてもいいもんみたいでしょ。でそういうことなのに、この面白いことはこの細胞っていうのはすごく控えめで、まあ自分が透けているところから逃げられませんしね、もうそこから逃げられませんだからね、まあ深層細胞なんかね他のところに行っちゃったらね、まあ結構困っちゃりするし、あるいは骨の細胞が深層に引っ越してたらどうなると思う？大変なことになるんですよ。ですからこの自分の仕事をひたすらやっているんです。まあそれだけ。それでもだいたいせいぜい3ヶ月間ですね、命は。まあ死んじゃいます。でその代わりに新しい細胞が生まれる。でそこで本性を探すとかね、魂探すとかね、霊魂ってどこでしょうかとかね、あれって何なのかと。で自分の本性って言えば私のものじゃないでしょ。皆様の各自の本性でしょ。知らない。これ私の頭を探すとか手を探すとかやらないでしょうね。はっきり頭は一応使ってないんだけど、まあ、全ては言いますね。だからこのないもの探しということだと私は思ってるんですね。だから結構探せます。いろんな方法で、踊りで音楽で芸術でアンドロイド作ることで、もういろんなコンピュータープログラム作ることで、まあ何でもいいんですよ。探せますよ。だってないんだから、いくらでも仕事はあるんです。だからこの本性探しっていうのは言い換えれば仕事探しですよ。で私は何をすればいいかっていうことなんですね。これちょっとした勘違いで、まああまり難しいことをしゃべらないで言いますけど、私たちはなんとなく気分よく気持ちよく、まあしっかりやっているんだよというね、私ってなんか吸ってたもんじゃないんだよという、これが欲しいでしょ。でそれだけなんですよ。私って吸ってたもんじゃないと思ったらそうすればいいだけの話なんですよ。そんな難しいことじゃないんです。そこでもの地球上の人間みんな細胞にしましょうか。地球上の何億ぐらい、なんか400、300億でしたっけ、もう結構いるみたいんですね。これ一個一個細胞だと思ったらどうですかね。
だから私は皆様方も一個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 細胞ですね。細胞一個で考えちゃうと別に大したことをしなくてもいいんじゃない？伸びて縮んじゃえばいいでしょ。で私の話の前にね、ものすごいパフォーマンスありましたね。あれ私は一個一個別々に細胞分裂して見ていたんですけどね、私の全体的にすごいとこちょっと思いにくいんです。私一分細胞分裂学なんです。それで全部分裂してみたんです。見たら一人一人が自分のパートとても丁寧にとても真剣に行っていただけで、それで我々は線体層というものを頭で現象化するんです。なんとか現象するんです。で私こっち座っていたんですけど、私のところすごい大きな太鼓がありましてね、じゃあこれはできるだけ危険ことにするそうと思ったんです。でもちょっと声大きいんだからね、やっぱりそれでも微妙な音を出したりして、で素晴らしいパフォーマンスを行っていたんですね。はい、それで何やったのかってやっぱり伸び縮みだけでしたね。だから面白いことは結局は細胞は伸び縮みだけで、細胞6兆もまとめて頑張ったっても伸び縮みだけで、これ何が難しいかと。だからそういうふうに人生っていうのはもう至って簡単で見てほしいんです。何の不思議もなくて、何のすごいこともなくて、もう単純明快シンプルでいうことで見た方がもっと楽じゃないんですかね。仕事は大変だとかね、特に芸術の方々っていうのはものすごい苦労なさってますよ。ほんのちょっとのことを人の前でパフォーマンスするためにはもう稽古していろいろ頑張って苦労してね。だからなんかもうむちゃくちゃ苦労して人の前で人を楽しませて、もう楽しんでいいのかいと、かわいそうじゃないかなととにかくそこは冗談で、私たち一人一人がっていうのは人生あんまり大げさに見ないでください。何か探すものあるのかと思ったら動物園の動物みたいにぐる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 回るだけなんで、同じところで台無しになるんですよ。いるんですよ、もう若い時からずっと自分探してもうろくな仕事もしないでで仕事この仕事に親に蹴られたら行っては行くんだけど3ヶ月とかで辞めたりして、もう結構お荷物になっちゃいますね。だからもうない自分を探してくたびれて社会に迷惑かけるよりは細胞でいいんです。私は一個の細胞ですと。で自分のその一個の細胞の伸び縮みやってどうだいとうまくいっただろうと、それでものすごく十分ですよ。例えばこのスタッフの方々はね、荷物を運んだり置いたり運んだり置いたりやっているでしょ。よく考えるつもりな仕事ですね。でもそれがなかったら困るでしょう。
そこでさっさともう椅子とか置いてさっと出て行って、これで我はそういったもんじゃないんだと、しっかりやりまったと自分を褒めてください。自分をすごく褒めて生きてるんです。これでこの人生っていうのはこのずっと流れるもんなんですよ。いつでも日本語の言葉なんですけど、一語一会という言葉がございます。あれは意味はね、何でも一回きりやと。これがね、この細胞という3ヶ月とかで死ぬでしょ。皆様がね、お誕生日いつですかと聞いたらすごい誇らしげに言うでしょ。私は何年何月何日生まれたんだと。私は本当ですかね、嘘でしょうと。あなたはその何年何月生まれてないんだよと。みんなよく嘘をして嘘のパーティーでもやるんです。生まれたのはこのほとんど猿と似ているこれぐらいの赤ちゃんなんですよ。自分が生まれてないんです。あの細胞の一個も今ないんです。一個もないんです。これはもうキャベツとかじゃがいもとかご飯とかこれで作ったもんです。材料は。だから生まれる時は細胞1個です。これがすぐ死ぬんです。死んで母親の体からちょっと材料をもらって2個作るんです。こんな感じで死んで新しいもの生まれて瞬間瞬間人生が流れていくんです。これが一方通行でバックでき飛行機と同じなんです。前には行けるんだけど後ろは無理、不可能ですから、私たちに生きられるのはたった瞬間だけなんです。これ無駄にする？なんとか探してないものはないんです。だから本書っていうのはあるならば今の瞬間にあるはずなんです。今の瞬間だったら大したことないね。死ぬまでそんなもんなんですよ。だからいっそでもニコッと笑って充実感があって捨てたもんじゃないやと。でお釈迦様の今の瞬間絶対無駄にするなよと。だから居眠りしないでくださいよ。無駄になりますからね。この今の瞬間を絶対無駄にしないで生きる。これ以上もいかもないんです。これが本当の人生論なんですよ。私の魂がどこにあるのかじゃないんですね。もう暇人だったらどうぞやってください。もうとんでもない無駄なんですけどね。自分探し、魂探し、霊光はどこにあるのかいと、人間には永久的に変わらない魂あるんじゃないかなとか何とか言ってるでしょう。あるんだったら分かるはずでしょうね。インド哲学ではね、ものすごく無駄なんですよ。膨大な哲学あるんですよ。あれ全部私から見ればゴミなんです。何の役にも立たない。だからお釈迦様の一言葉で全部終わっちゃいます。今の瞬間無駄にするなよと。過去はもうないんだよと。死んじゃったと。もう戻りませんね。
あの頃に戻りたいなと、病気ですね、あれは。あの頃の恋をもう一度やってみたいなとか、やってみたい、病気です、あれは。例えば20歳頃はみんな恋したりいろいろありますけど、今更私がやれると思う？だから終わったことはきれいさっぱり終わって幕を引いて、はいさようなら、今忙しいんだよと思うと、皆様はずっと笑顔で生きてられます。皆様持っている能力は抜群に発揮できます。この世の中でみんな細胞だけだからね、何一つも無駄なことなく、困ることなく、ものすごい最高に生きてられますよ。世の中の問題っていうのは全て人間が過去に引っかかるか将来に引っかかるかなんですよ。尖閣諸島という島があるという話聞いたんですけどね、もうただろくな島じゃないんですけどね。でこれで中国はね、あることさえもほとんど知らなかったと思いますよ。そこでそこら辺はちょこちょこと資源があるんかもしれませんとか、あれやこれやって話出てくると、突然これは日本人に盗まれたんだとかね。ただ盗んだってか訴えようと。なんで今更やと。だからそれで日本と中国の問題はいろいろ条件がありますけど、すごく悪化しちゃって困ってるでしょうに。今現在生きる人間ならそんな問題起こらないでしょ。北朝鮮ともなかなかトラブルでね、うまくいかない。みんなこの遺体を腐ってる遺体背負ってるんですよ。この河口に足が引っ張れるっていうこと。それでとんでもないもう海だらけで、もうだらだら臭いものを流れてる遺体を背負って生きてかっこつけるわけ、臭いんですからね。だから悩むんですよ。あの問題で悩んでる、この問題で悩んでるとかね。そうやって我々は心を間違って使ってるんです。心のエネルギーを全部踏みつけて働かないようにしているんです。だから私ってこれじゃなくて別な何かではないかなと勘違いする。あなたですよ。それ以後じゃ何もないんです。私の生きる道はそんなのはないんです。あなたは今何やってるのかということはあなたの道なんです。そういうことで自分は壊しに来たんです。その代わりに安らぎと楽しみと元気いっぱいで明るく失敗しないで生きる方法、秘密を教えたかったんです。ただそれだけです。今生きてみてください。今の瞬間思いそんぶん生きてみてください。明日どうでもいいんです。明日っていうのは頭の中の観念だけだからね。これ我々は明日と思うことは本当は過去なんですよ。これ今勘違いなんですね。だから将来こうなります、ああなりますというのをこの子供頃見て憧れたデータだけ思い浮かんでシミュレーションしてるだけなんです。だから将来どうでもいいんです。今思い存分生きてみると。例えば大震災があってね、みんないきなりひどい不幸になったでしょ。あれは私は不幸と言わないんです。それでみんなに怒られるんですよ。これみんなに怒られること楽しくて、でなぜかというと、
不幸になったというために過去、今までの生き方と比較しなくちゃいけないんですよ。それから将来の夢と比較しなくちゃいかんですね。あんなくだらんことやらなかったら大したことないんですよ。だからそういうふうにちょっとあってほしくないことに出会ってもどういったことないということで生きていられます。津波が来るとこれやばい逃げましょうと、それだけです。家が潰れちゃったらなるほど、住むとこない、では避難所に行こう。で避難所で言ったら今まで一人で寝たんだけどね、大勢の知らない人々一緒にいなくちゃあかんでしょ。今の瞬間明るくやるそうと。みんなどうこんにちは、どうですかどうですか、あんたの名前はもう何やってたかっていうとどうでしたっけね、そうやって遊びながらゲームやりながらはちゃめちゃふさげていれば避難所って天国見たくなるんですよ。でそうできない状態我々にありますからね。だからそれは私は仏教から言うのは今生きてみてください、それで全て終わりですと。過去はもう死んじゃった過去の遺体を葬ってください、火葬してください。もう将来と言ったっても皆様に将来は考えられませんよ。占い師は嘘言ってるんです。誰にも将来は言えないんです。いくらか科学的に何とか推測できるかもしれませんだけどうまくいかないんです。だから現実は今だけです。今明るくしっかり生きればそれが私の道、皆様の道であるし、それが皆様の全てにあるんです。探す必要はないんです。というわけで元気で明るく頑張ってください。どうもありがとうございます。